クリミア半島の孤立化作戦は今順調に進んでいます。クリミア半島にいるロシア人は今ロシア本国へと避難しようとする人が続出しています。皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍によるロシアの燃料と物流網に対する攻撃は非常に効果を上げています。先日行われたクリミア大橋の近く、ケルチの石油貯蔵タンクへの攻撃、それに伴って様々な場所にも合わせて攻撃が行われました。これに伴って多くの人たちがクリミア半島に留まり続けることの危険性を感じて脱出を図っています。しかし、逃げ出す人たちというのがたくさん出たことにより大渋滞が発生。なかなかロシア本国へと渡ることもできないといったもどかしい状況が生まれました。そうした映像にはロシア本国へと移動しようとする人の渋滞がものすごく長くなっているのに対して、逆にロシア本国からクリミア半島へとやってくる道路には全く車が走っていない、極端な状況が生まれています。また、今回の攻撃では合わせて船便についても完全に封殺しようとしています。港に対する攻撃も行われたのですが、そもそもフェリーに対する攻撃も行われ、物資を運ぶ、車両を運ぶ、そうした手段そのものについても打撃を与えました。特筆すべきなのは、フェリー3隻同時に攻撃を行っていることです。1隻だけという話であれば、便数が減るだけでまだ航路は維持できるのですが、3隻同時に攻撃することにより、航路としてももはや危機的な状況に陥っています。さらにウクライナ軍が時を同じくして攻撃したのが、クリミア半島唯一のガス貯蔵施設に対する攻撃を行ったことです。クリミア半島には原子力発電所がなく、基本的には火力発電に電力を頼っています。そして、ガスの火力発電所に関しては、こうした貯蔵施設がなくなってしまうと、どんどんと補給するということが難しくなりますから、最終的には施設そのものがあったとしても燃料がないために発電が行えないという状況に陥ってしまいます。さて、そこで合わせて起こった事態を見ていきましょう。ロシア当局はクリミア半島全体に対して燃料販売の規制を発表しました。このことについては前回すでにお伝えしましたが、その状況については今のところまだ続いています。クリミア半島へとどんどんと燃料を補給するための物流網について攻撃を行った。そしてクリミア半島全体に電力を行き渡らせるためのガスの貯蔵施設についてもこれを攻撃。クリミア半島から石油や天然ガスは大量に出るわけではありませんから、基本的にはロシア本国から物を送ってこなければなりません。その道筋をウクライナ軍は立っているわけです。それによってクリミア半島全域において停電の頻繁な発生といったものが始まり、それに伴ってまた別の問題も発生しています。それは停電が発生することによって水の供給も滞るのです。これは日本の大きな地震が起こった時も同じような話がありました。停電が長時間続くと水道局そのものの動きが止まることにより断水が発生してしまうのです。クリミア半島の状況もまさにそれと同じことが起こっているわけです。こうした状況が生み出された理由というのは、そもそもウクライナ軍のこれまでの戦いで少しずつクリミア半島の防空施設や防空兵器を排除してきたことが積み重なってきました。ウクライナ当局はこれまでクリミア半島に対する繰り返しの攻撃によって174の防空部隊や対空兵器を破壊したと発表しています。これによってこの地域全域における防空体制が大きく揺らぎ、それによって今回の大規模攻撃もまた成功したというわけです。ただ、クリミア大橋もあるし、クリミア半島の北側のルートも道路はつながってはいます。しかし道路があれば、これまで通りの物流も維持できるかといえばそういったわけではありません。すでにウクライナ側はこうした主要道路について交通量が大幅に減少していることを報告しています。ちょっと極端じゃないかなと思えるような数字として3分の1以下まで落ちているというのです。この原因となっているのがそもそも非常に危険だからあの道は通らないでおこうというのが一般人だけではなく物流関係者も同様の考えをとり、非常に限られた台数しか通らなくなっているというのです。民間の物流会社も拒否するようになれば、当然物流の担い手としては軍が行うしかありません。しかし、ロシア軍そのものも前線に対する補給活動をいつも行っていますから、民間の物流を肩代わりするだけの余裕といったものが
現状ロシアにあるわけではありません。そのために今、クリミア半島全体に対する燃料不足といったものが深刻化し、それがなかなか解消できないというわけです。この状況が続けば当然のように多くのロシア人がクリミア半島からロシア本国へと避難するといった動きが出るでしょう。当然そうした時にはロシア政府に対する不満反感といったものも非常に高くなるはずです。そもそも2014年のロシアによるクリミア侵攻以来、基本的にロシア政府はこうした占領地に対して多くの移住者といったものを招いてきました。これはもともと住んでいた人たちの割合を下げることによってロシア政府の意向といったものをより強力に根付かせようという占領政策です。クリミア半島だけではなく、ウクライナの東部南部の州においても占領地域においてはウクライナの人たちが追い出されたり亡くなったりした土地や建物などについてはロシア政府が接収し、そこにロシア本国から安い値段で移住者を集うといったことを行っています。そうしてやってきた人たちは当然ウクライナの文化とは全く関係ない人たちですから、ここはもうロシアの領土だというような感覚を持ってそこに住み続け、その人口が増えていくというのがロシア政府の占領政策というわけです。今ウクライナが行っているのはそうした本来であれば根付いていなかった人たちにここが今危険な地域であり、さっさとロシア本国へ戻れというような警告の意味合いも含めて孤立化作戦を実施しているというわけです。またこうした地域といったものはロシア軍にとっても軍が物流網をある程度肩代わりせざるを得ないことから負担になるはずです。それは当然前線に対する全力投球ができない状況を生み出します。続いてロシア軍の攻撃力と防御力ともに大きく既存するかもしれない、そうした軍需工場に対する攻撃が成功したとの報道が入っています。今回攻撃を行ったのはボロネジにあるミサイル関連部品を製造している工場です。ボロネジ自体はウクライナからそう遠いわけではありませんが、これまでターゲットとしては攻撃されてこなかったようです。ボロネジにある軍需産業に対する攻撃は主には巡航ミサイルストーンシャドウを使った攻撃ではないかと言われています。攻撃の瞬間映像といったものは入っていないので、本当にそうなのかどうかについては確証がありません。ただ、ストームシャドウもしくはウクライナ軍が独自開発した国産ミサイルだったかもしれません。どのような手段であったとしても、今回攻撃を行った軍需工場は非常に重要です。というのも、今回攻撃を行ったボロネジの半導体工場、何の半導体を作っていたかといえば、攻撃用のミサイルと防空用のミサイルどちらにも使うような重要な部品などについて生産をしており、この工場の生産量低下というものはそれこそ攻撃用の巡航ミサイルや弾道ミサイル、そして対空ミサイルなどについても同じく必要な部品が足りなくなるという状況を生み出すのです。当然どちらについてもロシア軍にとっては攻撃するにも守りを固めるにもどちらにも必要なミサイル類ですから、生産力が低下することイコールロシア軍の軍事力そのものにも大きな打撃を与えることとなります。しかもこうした製品というのは製造用の機械類などについても非常に精密機械などが必要ですから、生産体制そのものを再構築するにはどうしてもお金と時間がかかります。たった一つの工場が攻撃を受けただけというような意味合いではなく、これから地味にそうしたロシア軍のミサイルの使用量に関わっている部分で大きな影響を与えることでしょう。ちなみにクリミア半島全域の防空網に対する攻撃を繰り返し行ってきたことによって、クリミア大橋から1キロ程度しか離れていないケリチの石油貯蔵タンクが破壊することができました。周辺における対空ミサイル S400 や近距離の対空ミサイル兵器などについても今回の攻撃で撃破されたと言われています。ですからクリミア大橋それ自体が今無傷で残っているというのは、ちょっと不思議な感じもあるのですが、これに関しては先ほども述べたようにクリミア半島のロシア人たちにクリミア半島それ自体から立ち去ってほしいというメッセージがウクライナ側からは発せられています。逃げ道はあるんだからどうぞそちらからロシア本国へ戻ってくださいというわけです。ちなみにこうしたウクライナ軍の攻撃に関してはロシア側では詳細についてはなかなか触れないものです。そのためクリミア半島の南端の方には、非常に有名な観光地などもあり、ロシア人の観光客が何にも知らずにやってきて、そして空襲警報が鳴って一体なんだこれはと驚くような場面もあるようです。
そうした動画の中には、楽しく観光していただけなのになんで私たちがこんなひどい目に遭わなければならないのかと不満を述べている人の映像なども出てきます。私の言葉を聞いてそんなバカなと思うかもしれませんが、例えば今日のロシア側の報道、タス通信の記事などを見ていると、ウクライナ軍のドローンを300機撃墜することができた。被害はほとんどなかったというような形で、このチャンネルで取り上げるような工場が吹っ飛んだり、もしくは石油貯蔵タンクが大炎上している様子などについては全然触れていません。ウクライナ軍が攻撃してきたけれど、それらは全て撃墜したから何の問題もないというような報道を繰り返しているのです。まあそんな具合だからこそクリミア半島に観光にやってくる人が続いていたのかもしれません。ただしそうした状況についてもいよいよ現地でひどい目に遭った人たちがロシア本国へと戻り、報道とは違う状況が生まれていることがロシア本国でもより知られていくことになるでしょう。ロシアによるウクライナ侵略は戦争の日常化に伴って日本の地上波ニュース報道ではほとんど触れてくれなくなりました。しかし戦争が長引くことによって何が起こっているかについて理解することは非常に重要です。なぜならば国連常任理事国が他の国に領土を奪いに行くという戦争が実際に起きて、しかもそれが長期間続いている。この現実を忘れることはできません。これが非常に特殊なケースではなく、他の地域においても十分起こり得ることだということを理解する必要があるのです。少なくともアメリカのトランプ大統領はそのような考えにある程度乗っ取って、次々と他のところに軍事力を行使しています。そのようにして軍事力を使うことイコール政治指導者の何かの目的を果たすために使うということがもはや前提として変わってきているという、この国際情勢の変化といったものは日本にとって見逃せない事態なのです。というわけで今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、このチャンネルの動画を気に入った方はぜひとも他の方にも推薦してくれると嬉しいです。また、チャンネルの活動それ自体を応援してくれる方はメンバーシップへの加入もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。